洛南のままですね。つい最近まで洛南の練習参加させてもらってて、こうポイントは一人でやること多いんですけど、ウォーミングアップとか本当補強っていうところは本当に洛南から学ぶことがすごい多くて、実際大学退場してから行ける時間があれば洛南に行かせてもらってて、いろいろと学ばせてもらって、今また洛南のことをずっと継続しながらやってるって感じですね。箱根大腿骨を怪我してしまって、でも箱根はなんとか出れたんですけど、やっぱり練習してない状態で出たんで、その走った後の反動が結構すごくて、その走ることはできたんですけど、なんかいまいち疲労が抜けないというか、ずっと体が重いなっていう状態で1月10はずっとそんな感じで、やっと本格的にそのいわゆるポイント練習っていうのができたのが2月入ってからぐらいで、まあでもやっぱり、箱根が終わったらもうトラックに、集中したいって決めてたんで、何としてもその早く動かすっていう練習を少しずつ入れていかないとダメだっていうことでちょっとやっていったんですけど、一人ずっと大学退場してから一人で練習してきてうまくいかない部分もあって、一人でやることの難しさとかも感じましたし、でもやっぱりアメリカに行ってプロチームであって、プロチームでいる時はそのチームの仲間と一緒に練習はできるんですけど、日本に帰ってきて日本選手権前とかの調整とかは全部一人でやらないといけないですし、その一人で練習をして自分の体の調子を上げれるっていう能力がやっぱ絶対につけていかないといけないので、その、練習というかそういうのができた期間だったので、それは良かったのかなと思います。終わりました。まず屋外のそのトラックレース自体が約1年ぶりで、あと1500に関してはもう4年間走ってなかったんで、あまりもう多分最初からそんな自己ベストに近いタイムは絶対出ないだろうなと思ってましたし、感覚をつかむ、体にいい刺激を与えるっていう目標で出場して、もう欲を言えばもうちょっと3分40とかそのぐらいのタイムでは走りたかったんですけど、3分43秒ということで、ちょっと物足りない部分はあったんですけど、でも自分の目的通りというかいい刺激はしっかり入れることができたんで、次につながるレースができたのかなと思います。
今日は金栗記念終わってから初めてのポイント練習になって、あんまりちょっと疲労感が金栗終わってから少し出てしまったんで、スピードっていうよりかはもうベース系のちょっとペースはゆっくりでもちょっとボリュームを稼ぐっていう感じの練習にして、比較的、いい感じで終われて、ペースも、自分が設定しているペースですることができて、終わってからの 200m も、いい感じで走れたんで、いい感じで終われたかなと思います。多分得意なのは1万メートルとかハーフマラソンとかなのかなとは思うんですけど、得意とその勝負で勝てる選手なのか、勝てる選手ではまだないというか、やっぱ勝つ選手ってラストのキックが強くてラストのスプリントで勝つ選手だと思うんですけど、自分はハイペースである程度押してはいけるんですけど、本当にラストのキレとかスプリントがなくて絶対に後半競った時に負けてしまうんで、これからゆくゆく1万メートルとかハーフマラソンマラソンとかにつなげていくためには、今若い時期っていうのは絶対1500とか5000のスピード持久っていうところが絶対必要になってくると思うんで、大学卒業してからはそういう短い距離に戻ってそういう距離を引き極めていきたいなと思っています。まだ日本人が到達していない、例えば5000だったら12分台とか1万だったら26分台とか1500、3分30ぐらいっていう、本当日本人が見たことがない記録をアメリカだったらトップ選手はもちろん代表になれないような選手でもそれに近いタイムで走ってる選手がゴロゴロいて、強い選手がいる環境に行って生まれたいというか、そうしてやっぱ自分が日本人で到達しない部分にところに到達したいなっていう思いがあって、本当アメリカでやりたいなって思いましたし、あと本当にトラックにフォーカスしたいというか、駅伝ももちろん楽しくて本当すごいいいスポーツだと思うんですけど、その1年通してやっぱ専門種目にフォーカスできる環境っていうのはアメリカかなと思うので、そういうのも含めてアメリカでやりたいなと思っています。1年間の仕分けっていうか、組み方が違う、日本とアメリカでは違うっていう個人的には思ってて、やっぱメインとなる6、7、8月とかのそういうメインのトラックシーズンが終わったら一回オフシーズンに入って休むんですね、アメリカは。もう一回10月か11月くらいからどんどんベースを作っていって、インドアやる人はインドアでやって、本当にクロスカントリーやる人はいると思うんですけど、トラックでプロとしてやる人はもう本当1年通してトラックのピークを持っていくための作り方、スケジュールの作り方をしてて、やっぱ日本の特に実業団とか大学生とかはやっぱ駅伝が冬にそっちに結構ピークも持ってこないといけないんで、もちろんトラックもやりますし、でもあんま休むことなくまだ次に駅伝にピークを持っていかないといけないんで、夏合宿しっかり距離踏んでしっかり練習して11月12月もう一回ピークを持っていって、でもまた次4月にはトラックが始まるんで、1月2月3月またしっかり練習してって感じで、ちょっと休むっていうかオンオフの切り替えができる時がちょっと少ないなっていう感じが日本とアメリカで違うのかなと個人的には思ってます。
まずはニコ・ヤング選手が、一番5000だったら持ちタイム速くて、あと、自分の年近いですし、やっぱ目標となる選手かなと思ってて、で1500もイーザン・ストランドっていう選手がいるんですけど、全米選手権去年1500で2位になった選手で、オリンピックチャンピオンのコール・ホッカー選手をラストさして2位になった選手で、もうその選手も自分の1個上、同い年かもしれないですけど、もう本当年が近くて、パーカー・ウルフっていう選手もいるんですけど、5012分台の選手が本当年が近くて、持ちタイムは本当向こうの彼らの方が強いんですけど、自分の中では同い年ぐらいの選手がいるっていうことはすごい気になりますし、いつまでたっても負けっぱなしじゃ嫌だなって思うんで、本当そういう選手に食らいついていつかは勝てるようになるぐらい成長していきたいなと思っています。オールアウトするような練習はまだ一緒にしたことないんで、そんなにこの人めっちゃ強いなっていう思えるようなそういうタイミングがなかったんですけど、でもレースの動画とか見ると本当強いですし、多分スピード系の練習やるとすぐ離されると思うんで、なんか本当食らいついていきたいなと思っています。次204本で終わりです。理想のプランが2つあって、まずその A 目標が、アジア大会出場して、メダル争い、今年からもう来年も競馬1500に集中したいなと思ってて、1500で、アジア大会出場してメダル争いっていうのが理想の A 目標で B 目標がアジアが出場できない場合、世界ロードランニング選手権があると思うんですけど、このマイルに日本代表として出場するっていうのが B 目標って決めていて、でもそれが本当理想の目標なんですけど、1年間は環境に慣れるのがすごい大変だと思うので、アメリカという土地でやるので本当苦労することばかりだと思いますし、あまりその結果を求めすぎるんじゃなくて、しっかり環境に慣れて、その流れ、生活の流れっていうのをしっかり理解して、次のシーズンに少しでも早くつなげていけるようにっていうシーズンにしていきたいなとは思っています。怪我をずっとして、練習再開してまた怪我してっていう、途切れ途切れで練習をやってたんで、もうこれからやっぱ高い目標を達成するためには本当ずっと練習を積み重ねていかないと絶対そういう目標は達成できないと思うんで、あとは継続して練習ができるようにするっていうのも目標に考えています。今日の練習は7ぐらいですかね。あまりマイルのペースはそんな速くなかったんで、ラスト1本ちょっと審判に負荷かけたかったんで上げましたけど、それ以外はあんまり比較的きつくないペースでやってたんで、でも距離が結構ボリュームが多かったんで、その分のきつさはあったんですけど、そんなに
取れるぐらいのきつさではなかったんで、まあ7ぐらいですかね。はい。まあ目標というか、本当自分のそのアスリートとしての目標は、日本人選手が、まあ、例えば桐生さんが9秒台初めて更新して、すごいなんか日本人選手も9秒台出せるんだぞっていう思えてた、なんかそういう第一人者になりたいというか、自分もその中距離で今はちょっとやっぱ世界陸上とかオリンピック見てても、まあ、予選で絶対予選で負けて準決勝決勝にはいけないみたいな感じのイメージがついてるんで、それを自分が覆して日本人でも中長距離のトラックで勝負できるぞっていうのを証明できる第一人者になりたいなっていうのが目標ですね、最大限の。はい。